こんにちは。今回私はニューヨークタイムズ2025年に行くべき52カ所のうちの一つに選ばれた富山県富山市、その横の横にある高岡市に行ってきました。観光していてとても面白いと思ったスポットを紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずは高岡市の場所についてです。高岡市は本州のほぼ中央で日本海に面する富山県の北西部に位置します。東京駅から新幹線1本で3時間かかるかかからないかぐらいで行くことができます。新幹線の駅としては富山駅と金沢駅の間にあります。高い技術と豊かな水資源をもとに様々な工業が発展しています。また万葉のふるさと、そして町民文化が花咲く場所です。人口は令和2年の時に16万6千人くらい、大きい富山市に比較すると少ないかもしれません。そして大きいイオンがあります。なので生活はとても便利だと思います。私は朝一から観光したかったので、前日の最終便で高岡市に行ったのですが、夜は人はあまりいませんでした。私は朝一番に立山連峰を見渡せる海岸線を見たくて、天原市海岸に来ました。天原市海岸は高岡から氷見に向かった場所の天原市駅の近くにあります。ただ私が行った時は少し雲がどんよりしていました。なので朝早くからやっている天原市食堂さんでモーニングを食べて少し時間を潰してから行くこととしました。とても美味しかったし、店の中からの海の眺めとても綺麗でした。お店は8時ちょっと前ぐらいに出て、義経岩の方に向かいました。駅から歩いて10分かかるかかからないぐらいかの場所にあります。義経岩の近くには道の駅があります。そのデッキから義経岩を見てみたのですが、残念ながら雲がどんよりしていて、立山連峰は見ることができませんでした。この場所がなぜ義経岩と言われているか。ここは昔源義経がここを通りかかった時ににわか雨に遭い、この岩の下で家来ともども雨宿りをしたという伝説に由来しています。確かに岩の下よく見ると柱が立ってて雨宿りできそうで、パルテノン神殿みたいなので、私はここを高岡のパルテノン神殿と名付けたいと思います。ちょっと無理あるかな。昔は道の駅なんてないから、こういったところで雨宿りをしたのでしょうね。ここからは天原市散策路を歩いていきます。ただ散策路といってもただの海岸線を歩くだけです。散策路っていう名前をなぜ付けたのか。この海岸線を歩くととても素敵な場所だということがわかります。あとはスカッと晴れていて立山連峰が見えればより楽しめたのかなと、少し残念な気持ちもあり、またもう一回来てみようという気持ちにもなりました。ここは日本の渚百選、それから日本の白砂青松百選、それから日本の海水浴場88選にも選ばれています。まとめますと、海なし県の群馬県人の私にとっては最高の海岸ということです。あれですよね、ステーキを食べに行ったらステーキソースだけじゃなくておろしポン酢とガーリックバターソースがついてきたみたいな、そんな
印象ではないでしょうか。いや、ちょっと無理あったかな。でも、本当に歩いてるだけで綺麗な海岸線だとは思いました。あとは、ちょっとアーティストになりきって、踏切越しに見える海を楽しむなんていうね、こういった写真も撮ることができました。ということで、雨晴市駅に戻ってきました。本当はね、この綺麗な景色を見たかったんですけれど、残念ながら見られなかったので、再チャレンジしたいと思います。新幹線で新高岡駅に来て、そこから上花線で高岡駅まで、高岡駅からは氷見線に乗ってこの雨晴市駅まで来ることができます。一点注意が必要なのが、この雨晴市駅、IC カードでの乗車下車ができません。新高岡駅で上花線に Suica とか IC で乗った場合は、高岡駅で一回出て切符を買って氷見線に乗る必要があります。あと小銭がないと支払いができないので、近くの自販機で崩すなどして小銭を持っていきましょう。雨晴市海岸を後にした私は伏木に来ました。不思議な伏木って何でしょう。雨晴市駅から高岡駅に向かって2駅行った場所に伏木駅はあります。ここには国宝の正光寺があります。あとは万葉という言葉がよく使われています。これは昔大友のやかもち氏がここにいたからです。大友のやかもち氏は万葉集の編纂に関わる歌人として取り上げられることが多いです。駅を出て目の前に坂道がありまして、そこを上がっていくと正光寺にそのまま行けます。歩いて10分かからないくらいですかね。坂の途中には高岡市伏木気象資料館もあります。Google マップで見ると昇降道となってるんですけど、そのまま過ぎてびっくりしました。正光寺につながる道だから昇降道なんでしょうか。正光寺に到着しました。場所は伏木駅から歩いて10分かからないような場所にあります。国宝になっている建物もあります。正光寺の境内は、古くは大友のやかもちが5年間国主、国の神ですね、として執務した越中国庁があったとされる推定地です。本堂が国宝になっています。1795年、加賀前田家11代藩主の援助によって建立されました。平面、構造、形式、細部衣装は京都の本願寺の阿弥陀堂を模して建てられています。正光寺の七不思議と呼ばれる不思議があるそうです。見習ずの銀杏、天から降った石、水の枯れない池、屋根を支える猿、魔除けの柱、雲龍のすずりかな？あと、山陽の松です。いろいろ見て回ったんですけど、すべてを見つけることができませんでした。特に屋根を支える猿、これ資料館で模型があったので、それを見て、本堂に戻って探してみたんですけど、そもそも本堂の屋根裏の角って書いてあって、これ難易度高いっていうか、多分現地を見ることはできないのかなと思いました。国宝だけあって彫刻すごく綺麗でした。建物もそうですけど、門のところのね、彫ってある木もとても綺麗だと思いました。国宝正光寺は以上です。次に私が来たのは伏木気象資料館です。ここは正光寺から歩いて5分ぐらいのところにあります。伏木地区は万葉の時代から港町として栄えていました。
北前船と呼ばれる大阪から北海道に向けて日本海を通る航路があって、それの交易によって現在の港町としての地勢が形成されています。その後、造船技術の進歩とか、あとは港湾整備の進展で、伏木港の近代化が進み、現在では大きい港となっています。船で物を運ぶ、とても重要になってくるのが気象の状況です。この伏木測候所は全国で初めての私立の測候所です。明治期に建設された築後約100年を有する近代化遺産の一つとして、伏木地区における印象的なとてもレトロな建物を見ることができました。高岡市には伝統的建造物群保存地区が複数あります。そのうちの一つ、吉久の町並み。これが伏木の近くにあります。ただアクセスが悪い。大回りをして電車、バスで行くか歩いていくか、どっちを選ぶか。私はダイエットのために歩きました。歩いていく途中で伏木万葉大橋というこの橋を歩いて渡ります。伏木駅からこの橋に向かうときに、本当にここ合ってんのって思うくらいの裏道みたいな細い道を歩いていきます。ここ万葉大橋というだけあって、橋の途中にこんな感じで歌が書かれてるんですね。ただ徒歩で渡って歩いてる人は私だけでした。ここはあんまり歩く人がいないのか、それとも土曜日だったのであまり人の出がなかったのか、どちらでしょう。橋を渡った後も工場と工場の間の道を歩く。なので本当にこんなところに伝統的建造物群保存地区があるのかと不安になってしまいます。気象資料館から歩いて40分くらいで到着しました。ここは木の格子になっているものを様の子といって、それがいろんな家にあるのが有名らしいです。そのため様の子の町並みと言われています。ここには江戸時代前期の加賀藩最大の年貢米等を納めた米の蔵が設置されていたそうです。ということは米がたくさんあったって考えるとテンションが上がる。米好きにはたまらない町ですね。町や建築が良好に保存されています。距離としてはそんなに長くないんですけど、ただ昔ながらの伝統的な建物たくさん見ることができました。このエリアが保存地区に指定されたのは2020年の12月23日なので、まだ4年5年ぐらいしか経ってないような新しいとは言わないかね、だけどまだまだ指定されたばっかりの保存地区だそうです。これからもこの景観を残してほしいなって思いました。とても綺麗な場所だと思いました。伝統的建造物群保存地区を楽しんだ後は、高岡機動線万葉線に乗ってきっときと市場に行きます。地元の方に聞きたかったんですけど、ここ新装きっときと市場なのか新港きっときと市場なのか、どっちなんですか？漢字は読めるけど、ただこういった呼び方って難しいっすよね。ご飯を食べながら有名な新港大橋を見に行きたいと思います。あと驚いたんですけど、この万葉線ドラえもんのペイントがされている車両がありました。東新港駅まで万葉線で来たら、あとは徒歩できっときと市場に行きます。そしてきっときと市場でご飯を食べたら、海王丸、いわゆる新港大橋のところを見に行きます。場所としてはこの海のエリアなんですけど、
ここ高岡ではなくて射水市に入るんですね。東新港駅からは徒歩5分かかったかかからないかくらいです。ただご飯が早く食べたすぎて私は早歩きで歩いたので多分5分はかかってないです。見てください、このキラキラ輝く刺身、とても美味しい。一番美味しいのはうどんでした。ご飯を食べた後は海王丸のところまで歩いて行きました。歩いて徒歩10分かかったかかからないかくらいです。そしてここは恋人の聖地海王丸パークとも言われているそうです。恋人の聖地に男一人で行ってきました。浮いてたかどうかはわかりませんが気にしないことにしました。そういったことを気にしてたらね、旅行なんかできませんよ。それでこの新港大橋なんですけど、とても綺麗でした。今回徒歩旅なので橋を渡ることはできませんでしたが、車で橋を渡ったら遠くまでの眺め、とても綺麗に見えるのかと思いました。このエリアを楽しんだら高岡に戻ります。高岡には海王丸駅からまた万葉線に乗って戻ります。そしてラッキーなことにドラえもんのペイントされた電車に乗ることができました。なぜこの電車、電車でなくトラムらしいんですけど、ドラえもんがプリントされているか、藤子 F 不二雄先生が高岡市の出身です。そして代表的なキャラクタードラえもんの生誕100年前、2012年の9月3日を記念して登場したそうです。あとはトラムの乗車口ではなく、どこでもドアだそうです。お昼に食べたうどんがすごく美味しかったので、氷見うどんの美濃屋さんに行ってもう一回うどん食べました。やっぱり美味しかったです。旅行初日にして2回目のお昼ご飯を食べまして、山頂筋と金谷町に行きました。江戸時代から続く歴史の街並みと伝統工芸が楽しめる散策スポットです。今回の動画はここまでです。次回はこの続きから始めたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。富山に行ってみたくなった方、高岡に行ってみたくなった方はコメント、いいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。